様こんにちは。ネイジの猪俣です。今回紹介する動画は、以前ですね、ネイジ手芸部を立ち上げましたという動画の方を紹介させていただいたんですけれども、今回はその第1回目の布耳で作るトートバッグを紹介していきます。それから、ネイジ手芸部の部員数なんですけれども、最終的に656名の方が入部してくださいました。本当にありがとうございます。大変大規模な部活動になってるんですけれども、大人の趣味の部活として一緒に楽しく参加していただけたら嬉しいなと思います。前半はトートバッグを作る方法を紹介しています。後半は布耳を実際につないでいって本体のパーツを作るまでを紹介していきます。まだ部員になってない方でも楽しんでいただける動画になっていますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。キットがお手元に届いた方は、この布耳のつなぎ方も一緒に参考にしていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。布耳で出来上がったパーツの外布のパーツになります。幅は23センチ、縦の長さは35センチで作っています。こちらは内布になります。縦の長さは47センチ、幅は23センチになります。輪にした状態で使います。こちらは内ポケットになります。幅は本体と同じ23センチ、縦の長さは30センチになります。こちらは持ち手2枚になります。縦の長さは30センチ、幅6センチになります。それではまず持ち手から作っていきます。作り方はいつもと同じで、こうして2つ折りにして折り目ができたところにこの布の端を付け合わせにしていきます。こうすることで布のこの持ち手のこの厚みが均等になってきます。そしたら立ち目かがり押さえを使っていきます。ミシンの押さえの方でこちらがある方は使ってみてください。この際を片側のみ縫っていきます。はい、じゃあ片側のみ縫い終えたところになります。それでは内ポケットを作っていきます。この23センチの辺を折っていきます。1センチの三つ折りにしますので、最初にまずですね、最初に2センチ折ります。そしたら縫い代を開いて、この折った線のところに持ち手と同じようにしてこの線の場所に布の端を合わせていきます。でこう畳むと1センチの三つ折りになります。反対側も同じようにして折ります。そしたら持ち手の時と同じように立ち目かがり押さえを使ってこの際をこのようにして縫っていきます。それではそれぞれに合い印を入れていきます。まずはこちらの縫い終えたポケットのパーツ、際が縫い終えたところで2つ折りにします。2つ折りにしたらこの輪になったところを斜めにカットします。だいたい縦 3mm 横 2mm になります。こんな感じで V ができてきます。同じようにしてこちらも入れていきます。そうしたらこちらのポケットをしっかりと2つ折りにして折り目をつけましょう。で広げます。そしたらここの中央につけた合い印で重ねます。重ねたら両脇を留めていきます。そしたらこの部分も縫っていきますので待ち針で留めておきます。そうしたらもう一度ですね、今度2つ折りにします。このポケットの部分だけ折り目をつけます。まず底から縫います。底を縫って両脇を縫ったら中央を縫うようにします。
中央の線を縫うときはこのポケット口に針を刺して返し縫いからスタートします。針は布から落とすようにします。で、最後返し縫いをします。こんな感じで中央の仕切りが同時に入りました。そしたらここの上の部分にも中央の合い印入れておきましょう。はい、それでは中央の合い印を入れたところで持ち手を仮止めしていきます。持ち手の合い印は中央から4センチずつちょうど8センチ開くようにして印をつけます。そしたら持ち手の縫い合わせを外側にしてこの印から外側に持ち手を合わせます。今度は端から1センチで仮止めをします。そしたらいよいよこちらをですね重ねていきます。ちょっとこれだと中央の合い印入れにくいのでこのままぴったりと脇をまず合わせましょう。脇を合わせたら持ち手の位置で待ち針を留めておきます。留めにくい時は布のクリップなどを使用してください。反対側も同じです。両端をね3センチで縫います。それでは縫い終えたところで表にします。ちょっと間違えて最初2センチのところで縫ってしまったので、もう1本足して3センチのところで縫い直しをしています。では表にして、そうしたら今度はここの際の部分を縫います。これ重ねないでこうやって広げた状態で縫います。この裁ち目かがりを使っていきましょう。はい、では縫い終えたところで一度裏にします。裏にして本体を仕上げていきます。まずここの縫い合わせの部分をぴったりと合わせましょう。で、脇を5センチぐらい残したところで留めていきます。はい、そうしたら今度は底待ち用の合い印をつけていきます。合い印は底から2センチになります。そしたらつけた合い印でカットします。5ミリほど切り込みを入れます。で、この部分で開いたら蛇腹にして畳みます。待ち針で留めましょう。今度は2つ折りにします。この切り込みでしっかりと2つ折りにしましょう。はい、そしたら今度は両脇を縫っていくんですけれども、今度返し口を残さないといけないので、6センチほど間を空けておきます。でここは縫わないというサインを入れておきます。そうしたら返し口を残して両端を1センチで縫います。距離が長くなるときはマスキングテープを貼っておくとガイドになりますので、1センチのところにマスキングテープを貼りましょう。では1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。この蛇腹の重なり部分は返し縫いをします。では縫い終えたところです。ここの脇の部分が揃ってるかどうか
確認しておいてください。揃ってない場合はできるだけここ揃ってる方が綺麗かなと思います。で縫い代をしっかりとこう開いておきます。でこの返し口も最初に作った方が忘れにくいので、最初に縫い残しをして進めておくといいですよ。では返し口から表に返していきます。で表にすると蛇腹で畳んだ方はこのような感じで三角のまちが現れてきます。で反対側の内側の方は折りまちといってちょっと隠れた感じになるんですけども、こんな感じのまちになります。これもしっかりと広げておきましょう。内側の縫い代をしっかり開いた状態でこの厚みのある部分で折り返していきます。そしたら待ち針で留めます。ちょっと厚みがあるのでクリップを使っていただいても大丈夫です。そうしたらこう持ち手を持ち上げます。このままぴったり持ち上げてもいいですし、少し気持ち斜めにしてもいいかなと思います。そうしたら今度はぐるっと一周この口の周りのところを縫っていきます。この持ち手も一緒に縫い留めていきます。一番右側に動かして押さえの端を合わせて縫っていきます。この脇から縫い始めます。はい、それでは縫い始めの糸を切ります。で切ったら縫い合わせをここぐらいまで1センチほど重ねていきましょう。はい、では、裏にして返し口を閉じていきます。ではこの返し口の部分、際を縫います。この部分は手縫いでこの字と字で仕上げてもいいですし、ミシンでやられる方はミシンでやってもどちらでも大丈夫です。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで、布耳から作るバッグの方を紹介させていただきました。バッグっていうかね、ちっちゃいミニトートみたいな感じでバッグインバッグとしても使えるように、今回は内側にポケットを、付けさせていただきました。ちょっとどちらが表になっても楽しめるデザインです。ネイジュ手芸部ということでやっていこうかなと思ってまして、それでですね、手芸部ということも部活みたいな感覚でですね、一緒に楽しんでいただけたらなと思うんですけど、私としてはですね、最初の目標はやっぱり100名ぐらい部員数が集まるといいなって思ってますんで、YouTube を通してですね、100人を目指してまずはスタートしてみたいなって思ってます。で今回の企画に関しては、皆様の反応を見て今後続けるかどうかっていう風に判断になっていくと思いますので、今回の動画と、私がねこれから紹介するアイテムと、この布耳の魅力がどれだけ伝えられるかっていう、私にとってもちょっとチャレンジな、今回の回になるんですけれども、よかったら一緒にですね作っていただける仲間をですねこれから増やしていきたいなと思っていますので、部員に参加していただけると大変、私にとっても励みになりますので、よかったらご検討ください。で今回、届く布耳は30本というふうにちょっとお聞きしてますが、でこの長さがですねだいたい30センチ35センチかな、35センチほどという風な感じで聞いております。で届いたこの布耳もだいたい35センチぐらいで綺麗に揃ってるので、これを基準にしていこうかなと思ってます。2枚の生地は私の方で選べるということで、1つは柄物を用意しました。で、今回こちらと合わせていくので、できるだけ無地の方が本当は良かったんですけど、やっぱりちょっとねやっぱり花柄が好きなもんで、どうしてもこういうものを選びたくなっちゃうんですよね。よく布合わせで一番合わせやすいのがこちらのストライプの生地になってます。
でストライプの生地っていうのは、なんかちょっとこういう柄物をねこうやって置いた時にちょっと柄とこういう風に柄がこう合わさっていくとちょっとうるさいなっていう時にこういうストライプとかってあるとこれだけでちょっと引き締まった感じに見えませんか？なんかこういう風に手を置いてみたりとかしてこれだけでちょっとコースターができそうな感じですよね。こんな感じで布耳だけでつなげていくのもいいんですけど、ちょっとお手持ちの生地とかで合わせていくともっと深い楽しみ方があるかなと思います。で今回はこのストライプとこの無地の柄を選んでみました。もうねこれ合わせてるとねあれなんですよ、こうやってやっちゃうともうこれだけでもう可愛いおしゃれなねバッグができちゃうって、こうやってちょっとつまめば持ち手がついてなんかねもうこれだけでもう耳2本で終わっちゃうじゃないっていうぐらいこういう感じのちょっと可愛いねバッグもできちゃう感じなんですよね。でもここをちょっとグッとこらえて今回は布耳を主役にしていきたいと思います。でこれまでにもはぎれで作る作品などをですね字幕で紹介していた時にこういう布合わせの様子を散々ね紹介していたんですけれども、やっぱり映像と音楽だけでは多分あんまり楽しめないんじゃないかなと思って今回はもうリアルにこうお話ししながらやっていこうかなと思うんですけど、この大体ですねこの布耳が30本あるんですけどこの中からどういう風に選んでいくかっていうとですね、実際ちょっと布合わせってすごく言葉で説明するの難しいんですけど、まずこの中でやっていくのはこういう地の濃いものを例えば、これもそうなんで、これ布耳白いの入っちゃってますけどこういうものをまずこう分けていくんですよね。でこの耳もこういう風にちょっとフリンジタイプになってるものとこういうまっすぐになってるものとってあると思います。こういうちょっとシーチングとかブロード生地っていうのはこうピタッとなってますんでこの耳のところがこう出てる感じにはなりますけどこれも合わせていきます。でこれはフリンジタイプなんですけど色が濃いもの同士なんでとりあえずこれは一緒にしていきます。でこれとかもそうですね、これもそんな感じですね。一番なのはこの濃いものが一番揃えやすいかなって思うんですけど、こういうのもこんな感じでちょっとこういう風にローズちょっと派手だなって思うんですけど実際使う時は私が普段使うのはだいたい2センチなのでこのぐらいなんですよ。そうすると色はこのぐらいしか見えなくなりますね。で結局ですねこの布耳にこうやってロゴが入っているものとこの平らで布耳文字が入っているものとちょっと濃いめの色がねこの濃いめのものですね、濃いめのものを選んだものとあとはこうフリンジになってるもの、もう耳がフリンジになってるものとあとはもう文字もなく、無色っていうか、無地のタイプのものということで今回は4ブロックな感じで分けてみました。でここから布合わせをしていきたいと思います。で今回布合わせをしていく上でですねこちらも合わせてみたいなと思います。布耳だけで作ってもいいんですけどもうちょっと品のあるっていうか、ちょっとおしゃれな感じに仕上げていきたいので今回はこちらも使っていきたいと思います。まず幅を25センチにしていきます。25センチぐらいで、折っちゃいますね。届いた布耳の長さに合わせてまたこれも折ります。この今折ってるのはこれから布耳でこの面積で作っていきますよという意味で今折ってる状態です。もうこれがもうすでにこのサイドに来る状態になるのでこれでちょっと作っていってみたいなと思います。まずはですねこの端っこはこの柄に決まるんですけどこの端をちょっと好きなこの耳が白くなってる方のこのロゴ入りのものを脇に合わせていきます。ちょっと私これが気になったので一回ここに合わせてみようと思います。で耳のこの白い方を脇に合わせてそうすると出来上がった時にここが見えてくるようになります。でこれで合わせてまず一回ここで決めちゃいます。でここの部分もですねだいたい5センチぐらいは
開けておきたいなと思うので、そこにですね、どうしようかな、この耳を合わせていこうかな。最初に耳のどれかを合わせていこうと思います。ちょっと最初に一番気になったこの濃いもの、一番濃いものをここに合わせます。そしたら今度横に並べるものということで並べていくんですけど、次この濃いものを着た時は、ちょっと白地のもの、白い面積が大きいもの、こういうものですね。例えばこういう濃いものではなく、こういうふうに濃いでこういうふうに合わせるのではなくて、ちょっとこういう白っぽいものをこうやって合わせていくといいんですね。なのでこの中から、合わせるとすると、例えばこの本当に真っ白だとこんな感じになっちゃうんですね。そうするとちょっとやっぱりちょっと楽しみがないなっていうところなんで、これにちょっと近づけるような感じの白地のものなので、これでいってみようかな。こんな感じで、これでもいいかな。こんな風に合わせていけるので、そうしたらこの耳をここに合わせて、こういう感じでやっていきます。で、ピタッとここで脇で端っこで合わせてこうやってやると、幅が結構広く見えてきますよね。そうするとこの子が結構主張してきちゃうんですね、この柄のこの子が。なのでちょっと詰めて 1.5 センチぐらいになるといいんじゃないかなと思います。合わせたらちょっと待ち針で止めます。でその時にこれにこれ合わせちゃっていいかな。一回合わせちゃいますか。この一番最初のだけはちょっとこの白い生地とちょっと一緒にしちゃおうかなと思います。木はこのぐらい、このまま使っていきますので、このまま残していただいて、これがだいたい、今ね6センチぐらいですね。6センチぐらいのところに合わせていってます。で今度ここの次に来るものを次何にしようかなってなった時は、これよりは少し濃いもの、これよりは少し淡いもので、これに近いもので合わせていきたいです。さっきから気になってるこの実のものをちょっと使っていこうかな。でもこれだとちょっと白白になっちゃうので、もうちょっとこれもこういう風に合わせていけば、ちょっとストライプっぽくなってくるかな。例えばこういうのだったら、やっぱり白地だからこうやって合わせることもできる。でこれでもいいですよね。こうやって合わせていってもいいかな。でここのステッチは濃い色のステッチを入れていくので、ちょっと隣り合わせになってもありかなっていうところ。もう一個なんか濃いものこれ水色が来ても意外と可愛いですよね。ちょっと夏っぽくなっちゃいますけど、これちょっと淡い感じ入れてもなんか良さそうなんです。これなんか恐竜の柄なんですけど、これも可愛い。恐竜柄を入れたとしても見えるのがこんな感じになるので、ほとんどねなんだかわかんないものになっていっちゃうけど、これでも結構目立つか。横向きだからこうやっていくつか合わせながらやっていくとだんだん見えてくるかな。これは意外とこの紺の色がここに近いので意外と馴染みますね。ここにしてみたいと思います。でやっぱりここを 1.5 センチぐらい、このぐらい 1.5 センチぐらい間を空けたいので、こんな感じにして待ち針で留めます。じゃあ結構濃いできたので、今度はちょっと淡い感じのものを合わせていけるといいなって思います。やっぱりここもう一回フリンジを使おうかな。フリンジタイプのものを使おうかな。で耳があるので耳じゃないものを選んでいくといいかなと思って、この辺で
でこうネイビー見せるのもこの程度にしておくと意外とそんなには響いてくるかな。こういうちょっと絵文字のやつでもそうですね、ちょっとおしゃれに。これだとちょっと鹿さんがね、今度バッグのこの真ん中に来ちゃうので、鹿さんちょっと無理かな。まあちょっと限られた中でやるのでね、難しいですけど、このくらいでいいんじゃないかな。これにしておこうかな。そしたらちょっと気になってこの耳もこの横縞がちょっと気になってたんで、そうするとここがもう色があるのでこういう白いものを使ってもいいんですよね。ここで横にこうやって並べてってもなんかこれ良さそうなんですけど、意外とここが結構くっきりくっきりってなっちゃうんで、やっぱりねこれは間にここに入ってるのがいいかなと思います。ここに開けてあるのはこれだいたい3センチぐらい間が空いてます。これはここのネイビーのラインを少し見せたいからこういう風に合わせてみました。で次にこれね合わせて、で今度はこのちょっと市松模様みたいなのはあんまり好みではないので、そしたらもうちょっと詰めちゃって1センチぐらいに見えるようにしておく。だいたいこんな感じで合わせていきます。こんな風にこう濃いもの淡いもので、ちょっと中間みたいな感じで合わせていくと、バランスのいい布合わせになってくるかなと思います。こういう風にやって作っていくのね、意外と面白いですよね。同じものを作るのに生地が違うだけでちょっと変わってきたりとかねしますもんね。これはねこの柄がちょっと可愛いんで、なんかできれば入れたいんですよね。全部入れたいけど、これも可愛かったな。これも入れたいな。これでも良さそう。こっちにしようかな。こっちにしてで絵文字を載せると。いいんじゃないですか。でもこれならこれちょっと使いたくなっちゃった。これすごい気になってた。ちょっと濃いピンクなんですけど、さすがにちょっと色濃すぎるかな。これならこっちの隣にこうやって来た方が良さそうですね。先にこっちを合わせておくっていう感じ。そしたらこの間に何を入れるかを決めてみる。こんな感じで合わせて、ちょっとグリーンを見せるように合わせていきます。この部分悩ましいですけど、これもこうやってここで合わせたらこういう風にできるので、撮影してるとキリがないくらい布合わせは結構ね時間がかかるんですよね、決まるまでね。でも出来上がると、ちょっと想像してなかった表情が見れたりして、それはそれで結構ね楽しいんで、それが布合わせの魅力だったりとかもします。こんな感じでもなんか良さそうな感じがしますけど、一回こういう風にして日も暮れてきたので、一回この状態で時間を置いて次にまた進めてみたいと思います。布合わせって一度にやっぱりちょっとできなかったりもするんですけど、調子いい時はね一気にできちゃったりするんですけど、そうじゃない時はちょっと時間を置いたりとか、あと作る時間を変えてみたりとか、あと一晩置いてみたりとか、ちょっとトイレに立ってみたりとかっていう風にするだけで全然また違うものが出来上がってくるので、なんかそういう風にやってみるといいと思います。これ、実際ちょっと仮なんですけど、こういう風に合わせたところでどういう風になるかっていうと、バッグとしてはこういう感じに仕上がっていきます。で、ここでこんな風にストライプが合わさることで、またね、ちょっとおしゃれな感じに変わっていくんですよね。こんな風になっていったら可愛いかなって
ます。ちょっと初回は簡単めなもので合わせていこうかなって思います。ちょっと前日はこの辺りまでやりました。で、こういう風に縦に並べていったんですけれども、ちょっとね、撮影をしてみたら、こうやって斜めにすると、ちょっとなんか、また表情が変わってくるなっていうのを少しね、また発見したんですね。今一緒にこのつながってるものを離していきます。こうやってもうこの布耳だけでもう外せるような感じでまず離していきます。こういう風に布合わせをする時にすごくね便利なアイテムがあるので、そちらの方も紹介していきますね。はい、それがこちらのソーラインの仮止め用の糊です。これあるとすっごく便利なので、待ち針の代わりになって糊で、さらにミシンで縫っても針に残らないという特徴があるので、こちらぜひですね見つけたら使っていただきたいなと思います。で、一旦はちょっと仮止めなので縫いながらまた変わっていくとは思うんですけれども、この待ち針を外しても取れないようにこのようにちょっとね仮止めをしておきます。布耳外しちゃうと順番どうだったかなと忘れちゃうことが結構あるので、これはねしておく方がいいですね。で、ここは多分ね少し残そうかなってしてたんですよね。で、実際これも本当外せるので縫いながらきっと変わっていくと思うんですけど、こういう風にちょっとざっと留めておこうと思います。はい、じゃあこんな感じで留まったところです。ではこれからどうやってどういう風に縫っていくのかっていうところを縫いながら紹介していきたいと思います。この辺りから縫い始めてまっすぐ1本で綺麗に縫っていきます。最初はまっすぐ縫います。そうしたらですね、この下あたりまで来たところで布をこう回転させます。回転させたらそこからですね、ちょっとこうくっついたり離れたりみたいな感じでちょっとね揺らいだ感じにして縫っていく方法になります。こちらは著書の中でも布耳の本の紹介で揺らぎステッチという風にしてるんですけれども、なので最初はうまくいかないかもしれないんですけれども、気に入らなかったらほどこうかなっていうんじゃなくて、も気に入らない部分ももう愛嬌だと思ってそのまま使っていくのが私は一番いいかなと思ってます。そして今回使用するのがこちら379番の糸ですね。使っていこうと思います。こちら番号を指定しているわけではなく、色としてですねちょっとブラウンのものですね、ステッチがこういう風に目立ってくるものを使っていってほしいなと思います。例えばベージュだったりグレーだったりするとあんまりこの白地にですね目立ってこないので、あえてちょっと差をつけるような目立つ色を使っていくのがポイントです。はい、では今縫う場所に針を刺したところですね、これだいたい際から1.5 ミリとか、2ミリぐらいのところですね。そのあたりに今針が刺さっているところです。ここからですね、ゆっくり、例えばこうやって、一番最初はね、こういうふうに、ゆっくり縫っていくと思うんですけど、あんまりゆっくり縫うよりは、ちょっと早く少し、スピード上げるとどうしても普段歪んじゃうじゃないですか。それと同じように、早くスピード上げて縫っていくのがポイントです。今回はあえてまっすぐ縫わないというのがテーマなので、ちょっと勢いよくですねストレス解消のように縫っていただけたらと思います。その代わりスピードを上げることで手を汚さないように気をつけてください。で、ここでは目打ちをね使わずに手の動きだけで縫っていきます。はい、では5ミリほど手前で今止まったところです。そしたらここで押さえを1回上げます。はい、上がったところで1回布をですね回転させます。で、回転させると1本目は意外とですねまっすぐ綺麗に縫えてるんじゃないかなと思いますが、ここから少し揺らぎを加えていきます。揺らぎはですねまっすぐこのまっすぐこのミシン目を重ねるのではなく、1ミリぐらい離れたところとか、0.5 ミリぐらいとか離れたところ、こうやって
ふわふわっていくような感じですね。これも手のこういう動きで最初はちょっとゆっくりやってみてください。これがミシン目がこう重なってもいいんです。で、例えばですね、ちょっとここら辺が隙間が空いてるっていう時は、今度はこの辺りを目指して縫っていくといい感じに仕上がっていくと思います。そしたらここは返し縫いをせずに糸を切ります。はい、じゃあ縫い終えたところです。どんな風に仕上がっているかっていうと、こういう感じで、この間が空いてたところをちょっと縫ったのと、ちょっと縫い目重ねてたりとか、この辺を少し開いてたりとか、こんなぐらいで仕上がっていきます。これが例えば最初慣れないうちはこれがね大きく広がっていったりとかもすると思うんですけど、それももうこの歯切れを合わせてるっていうステッチとかこうミシンキルトみたいな感じのイメージで進めていただければ楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので、そういうのをねあんまりこだわらずに、あとはもう何本もやっていくとだんだん楽しくなっていくと思うので、これを繰り返し同じように進めていきたいと思います。はい、こんな感じで仕上がったところです。こういう風にちょっと濃い糸でステッチすることで、この白い生地がつながっていても少しこう分かれたような感じになるのがこのステッチの特徴になっています。それではここからこの今まだこういう風にちょっと段になっているところを切り揃えていきます。こちら35センチで取っていこうと思います。はい、そうしたらこんな感じで仕上がってきたところです。で、この状態でこう合わせた時に、この耳で合わせてるので若干ちょっとねこんな感じで誤差が出ちゃうんですね。で、この後もう1枚つなげていくことでそこで調整をしていきます。このようにあらかじめカットしてあるものを合わせていきます。これも最初からぴったりと合わせるのではなくて、こうちょっと最後にまた切り落としていきますので、ここでサイズ調整をしていきます。重ねるのはだいたい 1.5 センチぐらいは重ねておきたいところなんですけど、はい、そうしたらもう一度この部分をミシンで同じようにして縫っていきます。そうしたら今度この幅の部分をまた直していきます。で、全体の長さを23センチにしたいので、ここがぴったり揃うようになってると思います。ここの部分とかのこの歪みは気にせずにこのまま進めていきます。で、本の中で紹介しているのは土台布っていうのがあるので、もう1枚ここに入るんですけれども、今回キットがですね非常に限られているのと、あと布耳の幅が結構ありましたので、今回このように紹介させていただいてます。ちょっとねやりにくさがあるかもしれないんですけれども、きっとこんな感じで最後にこう合わせることでこう幅がねしっかり揃っていくんじゃないかなと思いますので、こんな感じで仕上げていただけたらと思います。ではそうしたら内布のサイズの出し方なんですけれども、だいたい35センチのものでパーツの方を組み合わせていきます。で、その余りが6センチずつになるようにします。はい、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画の方が気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価いただけると幸いです。あとコメント欄の方もどんどん活用していただいて、ご質問などございましたらコメント欄の方から質問を入れてください。